作るのはこちらのバッグです。半円を重ね合わせた形でバッグにしています。3年ほど前に同じような形のバッグを編んでいます。この時はこの部分リフ編みで編んだんですが、今回はここチューリップの連続模様で編んでみました。使用したのはこちらの毛糸です。湯沢屋さんで購入しましたマイファボメイドっていうソフトアクリルですね。アクリル 100% です。柔らかくて編みやすい糸ですね。30g で糸長が約60メートルですね。バッグの本体部分は、これは色番2番ですね。5玉用意しました。それからチューリップの葉の部分はグリーンの糸。これは少量使います。それから花の部分、お好きなカラーで、こちらも少量使います。かぎ針は5号と7号を使います。これはお使いになる糸に合わせたものを用意してください。マーカー、とじ針、ハサミ、待ち針も使います。まずはバッグの底の部分から楕円の形を編んでいきます。糸は2本取り、2本引き揃えて編んでいきます。針は7号を使います。鎖編みを22目編みます。鎖編み22目編みました。では立ち上がりの鎖1目ですね。針にかかっている目から1、2番目の目に細編みをします。この目にはあと戻ってきた時に2目編んで合計3目にします。まずは1目だけ編んでおきますね。次の鎖に細編みです。ここにマーカーを入れておきます。このマーカーを入れた目を合わせて細編みを20目編んでいきます。このマーカーを入れた目を合わせて20目編んだところです。この目にもマーカーを入れておきます。そうしたら1目残っていますので、ここに細編みを3目編み入れます。次の目ですね。次の目に細編みです。この目にマーカーを入れておきます。このマーカーを入れた目を合わせて細編み20目ですね。編んでいきます。こちら側も20目編みました。この目にマーカーを入れます。最後のところです。ここは一番最初に細編みを1目編み入れたところ、この目に細編みを2目編み入れます。これで細編み合計3目ですね。では最初の目に引き抜いておきます。1段目が編めました。では2段目です。ここから往復で編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。最初の目はここになりますね。これは引き抜いたところですので、この位置になります。ここに細編みを2目編み入れます。目を増やしました。次の目も細編みを2目編み入れて目を増やします。次の目も細編みを2目編み入れて目を増やします。細編み3目が細編み6目になりました。ではここからマーカーからマーカーまで直線部分ですね。細編み全部で20目です。編んでいきます。
細編み20目編みました。こちら側ですね。ここも細編み3目をそれぞれ増し目して、細編み6目にします。6目になりました。ではこちら側は細編み20目編んでいきます。細編み20目編みました。では最初の細編みに引き抜きます。2段目が編めました。3段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここは引き抜いたところになります。ここが最初の目ですね。ここに細編みを1目だけ編んでおきます。次のマーカーからマーカーまでは細編み20目ですね。編み進めます。直線部分細編み20目編めました。ではこちら側をやっていきます。まずは最初の目に細編みを1目です。次の目に増し目をします。細編み2目編み入れます。ここで目を増やしますね。これを1セットとしてあと2回行いますね。細編み1目、次の目は増し目です。細編み1目、次の目は増し目です。はい。細編み6目から3目増やして細編み9目になりました。次は直線部分20目細編みを編んでいきます。直線部分細編み20目編みました。ではこちら側をやっていきます。ここも合計で9目になるように編みます。最初1目だけ編んであるので残り8目編んでいきますね。最初の目に細編みを1目、次の目は増し目です。次の目は細編み1目、次の目は増し目です。次の目は細編み1目、次は最初に1目編んであるのでもう1目編んで最初の目に引き抜きます。はい、これでこちら側も細編み9目になりました。4段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元はここですね。ここは引き抜いたところなので、ここになります。ここに細編みを1目編みます。次の目は細編み2目編みます。次の目は細編み1目です。これが1セットです。細編み1、増し目、細編み1。これが1セットですね。あと2回行います。細編み1、次の目は増し目、細編み1です。もう一度行います。細編み1、次は増し目です。細編み1です。これで9目から3目増えて細編み12目になりました。直線部分は細編み20目です。細編み20目編めました。ではこちら側も先ほどと同じですね。細編み1、次の目は増し目します。次の目は細編み1。これを1セットとしてあと2回行います。こちら側も細編み9目から細編み12目に目を増やしました。直線部分は細編み20目編んでいきます。細編み20目編みましたので、最初の目に引き抜きます。4段目が編めました。5段目です。
鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。ここは引き抜いたところなので根元この位置になります。ここに細編みを1目だけ編みます。次は直線部分の細編み20目編んでしまいます。直線部分細編み20目編みました。ではこちら側のカーブの部分ですね。ここは今細編み12目。これを3目増やして15目になるように編みます。まずは細編みを3目編みます。次の目で増し目をします。これが1セットになります。あと2セット行います。はい。細編み12目から15目に目が増えました。次は直線部分細編み20目です。直線細編み20目編みました。ではこちら側ですね。最初に1目編んでありますので残り14目編んでいきますね。細編みを3目編んで増し目です。細編みを3目編んで増し目です。細編みを3目編んで次は最初の細編みが1目入っているので同じところにもう1つ編んで最初の細編みに引き抜きます。これで細編み15目編めたことになります。5段目が編めました。では6段目以降は半円だけ編んでいきます。まずは鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編み、次の目も細編み、次の目で増し目をします。次の目で細編み、もう一つ細編み、これが1セットになります。細編み2目、増し目、細編み2目です。これをあと2回行います。はい、これで18目になりました。7段目ですね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。最初に増し目をします。次から細編み5目編みます。これが1セットです。あと2セット行います。はい。細編み21目になりました。ではこの後も1段で3目ずつ増やしながら19段まで編み進めます。目の増やし方は表にしておきますので、そちらを見ながらやってみてください。こちら側の半円を19段まで編んできたところです。この後はチューリップの葉の部分を編んでいきます。グリーンの糸1本取りで編みます。針も7号から5号の針に変えていきます。7号の針を抜いて5号の針に持ち替えてこの状態に戻します。グリーンの糸に変えますね。で、鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。1目飛ばして次の目に長編み、
鎖、長編みです。 V の形になりました。1目飛ばして長編み、鎖、長編みです。1目飛ばして次の目に長編み、鎖、長編みでは、このように V を連続で編んでいきます。編み終わりのところですね、最後の目に長編みをします。では次は赤の糸でチューリップの花を編んでいきます。まずは一旦針をこの位置に戻して赤の糸に付け替えます。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。もう一つ鎖を編んで、次はこの V の間のスペースのところですね。ここに長編み5目のパプコーンを編みます。まずは長編みを5回編みます。長編みを5目編んだら最初の目のところですね、ここに針を入れてこの糸を引き抜きます。鎖1、これでパプコーンが1目編みました。鎖編み1、2と編みます。では次の V の間のところに長編み5目のパプコーンを編みます。長編みを5目編んだら最初の長編みの頭に針を入れてこの糸を引き出して鎖1ですね、これでパプコーンです。鎖1、2と編んでまた次の V のところに長編み5目のパプコーンを編みます。これを繰り返し編んでいって、こちら側に V を1、2、3、4、5、6、7 V を7個残してこの位置までパプコーンを編んでいきます。パプコーンをずっと編んできて V のステッチが7個分残っています。ここはバッグの形にした時にちょうどこの下に隠れている部分ですね。裏から見るとこの部分になります。重なる部分になるのでパプコーンで編むとボコッとなってしまうので、ここは平らになるように編みます。この後は長編みを3目、鎖1、長編みを3目、鎖1、長編みを3目という形で残りを編んでしまいます。編み終わりのところです。長編み3、鎖1まで編んであります。ではこの立ち上がりの鎖のところに長編みをします。では次はこの糸2本取りで細編みで編んでいきますので、針を7号に持ち替えます。5号の針は抜いておいて、この状態にしてから白の糸に変えますね。では鎖1目で立ち上がって向きを変えます。まずは根元に細編みをします。次はこの鎖1目のスペースのところ細編み1目です。次、長編み3目飛ばしてこのスペースのところに細編みを2目編みます。長編み3目飛ばしてこのスペースのところに今度は細編みを3目編みます。
次長編み3目飛ばして、このスペースのところに細編み2目、長編み3目飛ばして次のスペースに細編み2目、長編み3目飛ばして次のスペースは細編みを3目です。細編み2、細編み2、細編み3、これで編み進めていきます。細編み2、細編み2、細編み3ですね。最後のところ細編み1と編んで、立ち上がりの鎖に細編みを1目編みます。ではこの後ですね、細編み同じ目数のまま2段編んでいきます。パプコーンの上に全部で細編み3段編みました。では一旦糸始末をしますね。糸端は裏側に隠しておきます。ではこれで半分ができたので、こちら側半分も全く同じように編み進めていきます。こちら側を編む時の糸をつける位置ですね。今編み地は表を向いています。この直線のところのマーカーの一つ手前、ここに針を入れて糸をつけます。鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。この後は動画の12分30秒頃、半円の編み方のところからの繰り返しとなります。動画を見ながら編み進めてください。両側半円を大きく編んでチューリップの連続模様も編みました。そうするとこのような形になりますね。ではこれを組み立てていきます。半円の中心ですね。それぞれマーカーをつけました。これはチューリップ、14個目のチューリップの上になります。では編み地を重ね合わせてバッグの形にしていきます。こちらがフラットな方ですね。こちらがパプコーンでプクプクとしている方です。ではこの底の部分にこのサイドを合わせます。こちらも同じように重ねてこういう状態にします。待ち針などで軽く固定してこの部分を巻きかがりしていきます。では最初に糸を絡めます。そうしたら一番端から巻きかがりをしていきます。両側同じように縫いました。ではこれを表に返します。こんな形になります。次はこの部分を縫い付けていきます。で重ね合わせが例えばこんな風にずれたりしないように、このマーカーをつけたところが両端になるように合わせるといいと思います。では待ち針で
仮止めしておきます。じゃあこの部分ですね。こちら側も縫い付けることができました。で、内側はポケットとして使うこともできます。バッグの形ができましたので、最後は持ち手を編んでいきます。これはサーマルステッチっていう編み方で、分厚くしっかりした編み方ですね。ではやっていきます。かぎ針は5号を使います。糸は1本取りです。糸端は長めに、そうですね、30センチぐらい残しておきます。持ち手を縫い付けるときにこの糸を使って縫い付けます。ではまず鎖編みを斜めです。次は立ち上がりの鎖1目です。裏山を拾っていきますね。細編みです。裏山を拾って細編みです。細編みを全部で斜め編みます。次の段です。鎖1目で立ち上がってこのような向きにします。この細編みの頭の鎖半目と下の半目ですね。このようにして細編みをします。細編みの頭の半目と下の鎖の半目、細編みをします。細編みです。これを全部で斜め編みます。斜め編みました。次の段ですね。鎖1目です。この向きにして細編みの頭の半目と下の段のこの目ですね。細編みをします。こことここです。細編みをします。こことここです。1段で斜めずつこのような形で編み進めていきます。では編み終わりをやってみますね。鎖1目です。半目とこの半目ですね。細編みではなく引き抜き編みをします。引き抜き編みです。
はい、こちら側の糸は長めに残しておきます。同じものを2つ作ります。ではこの持ち手をこういう形にしていきます。端から3センチくらいのところから巻きかがりしていきます。糸を絡めてではこういう感じでこちら側も3センチほど残すところまで縫っていきます。持ち手が2本できました。では持ち手を位置を決めて仮止めをします。で、長く残したこの糸ですね。これでバッグの本体に縫い付けていきます。では残り3箇所も同じように縫い付けます。これで完成です。完成サイズです。平置きで横が22センチぐらいですね。バッグの深さ、浅いところで13センチぐらい、深いところで15センチぐらいです。